おはようございます。たかしです。本日は6月29日水曜日、ただいま6時40分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日は上髭の陰線となっております。ここまで一旦上昇してきまして、そこから日本の陰線、そして日本の陽線、そして昨日が陰線となっております。ここの下落、日本の陰線に対して、この上昇の陽線は下髭にはなってますが、実体がすごく小さい。で、かなり上値が重い、そのような要線になってました。そこからの今、上髭陰線となってますので、今日はここから続落するのかというところに注目ですね。現在、ストキャスティクスは高値圏からのデッドクロスで今下落中というところで、まだ下落余地がありますので、比較的大きく下げてきそうな雰囲気ではありますので、どこまでこれが下げてくるのかというところですね。大きくはこの白のボックスをイメージしておりますので、この下限ぐらいまでの下落っていうのは視野に入れておいた方がいいと思いますが、今は基本的には上昇トレンド中というところで、一旦はこの GMMA 付近、現在ですと164円ぐらいまでの下落は視野に入れておいた方がいいですね。もし大きく下げてくれば160円ぐらいまでは下がってくる可能性はあるとは思いますけれども、ここがどうなるのか。今、この上昇の半値が164円ぐらいですので、この辺ぐらいで反発してくると再び168円を目指して上昇してくる可能性がありますが、ここを下回ってきて、このボックス下限まで降りてくると今度は GMMA が下向いてくると思うんですね。横ばいから下向きになってくるので、そうなるとさらに大きな下落につながっていく可能性がありますので、その辺は注意しておきたいですね。では4時間足です。4時間足の GMMA は少し上向いてはいるんですが、ほぼ横ばいというところで方向感がない状態でした。その中で昨日までじりじりとは上昇してきていたんですが、上昇幅っていうのがすごく小さくって上値が重い状態で、いつ下落してもおかしくないようなそんな状態でした。最初はここで3損をイメージしていたんですが、その3損を否定してからの上昇にはなったんですが、それでもかなり上値は重くって、上げては戻されるという動きを繰り返していましたので、昨日の動画でお話ししましたように、一旦急騰もしくは急落っていうのが起こってからの、そこからの動きになるのかなとは見ていたんですが、今その急騰急落すらも現在ではまだ起こっていない状態ですので、小さくこの急騰みたいなのが起こっているんですが、やはり4時間足単位でもう少し大きな陽線もしくは陰線が出てきてくれないと、次の方向感が出なさそうというところですね。今はこのオレンジのトレンドラインとこの黄色のラインですね。この間で挟まれた三角持ち合いをイメージしているんですが、その上限まで達することなく、今はこのオレンジのラインの方に張り付いている状態ですね。いかにも下抜けそうという風には見えます。そしてこの GMMA で本来なら反発して上昇するんですが、その反発も弱いというところで、おそらくですがこのまま下抜けるんじゃないかという風には考えてます。その場合は一旦この紫のラインですね、164円のミドルぐらいまでの下落は一旦視野に入れといた方がいいと思います。そしてこの紫のラインを割ってきたときは、次はここですね。フィボナッチリトレースメントの 61.8% の163円付近までの下落。ただ、ここまで下げてくると、おそらくですが160円付近までは下落してくると考えますので、これがボックス下限ですね。この辺までの下落を考えておきたいところです。現在はまだ下落するかどうかわかりませんが、日足を見ているとここが陰線になっておりまして、この高値切り下げからの下落になりそうな雰囲気とは見えます。今は一旦4時間足のストキャスティクスが安値圏に差し掛かってます。ここを見ていただいても過去のこの上昇ですね、この指定になる部分まで下がってきてますので、一旦の反発上昇は起こりそう。もしくはここでの横横という値動きの小さい状態からの下落になるのかというところですね。もし反発してきたらそこは戻り売りポイントになるとは考えます。今は GMMA 付近、そしてこのトレンドライン付近ですけれども、押し目買いをしていくよりも、日足を見てますと戻り売りでやっていく方が優位性があると思います。ただ、ポンド円は動きがかなり分かりにくくなっておりますので、あまりトレード向きとは思いませんけれども、現時点からもしトレードするなら戻り売りを狙っていく方が優位性があるとは考えてます。それでも4時間足は今 GMMA が横ばい、そして MACD も方向感がないというところで分かりにくい展開になっておりますので、今4時間足でも方向感がないというところは覚えておいた方がいいとは思ってます。
では一時間足です。ここでの3損ですね。ここでの左肩のこの部分っていうのが意識されてまして、この辺が上げ渋っていたところですよね。そしてそこを上抜けたんですが、昨日の配信でお話ししていたのが、ここでダブルトップを作って、高値の更新ができてませんねっていうことでした。で、結局そこから一旦上抜けたものの、長い上引きをつけてのそこからの今じり安で下落してきて、一旦ここの高値まで戻されてきてますよね。なので、この上昇は今否定されたことになりますので、一旦はここでのレンジになってくるのか、それとももう一度高値を目指しに行くのかっていうところですが、今はこのトレンドライン付近で反発しそうにも見えてますが、1時間足も GMMA はもうずっと横ばい収束した状態ですので、どちらにでも行く状態とは考えられます。ストキャスティクスは今安値圏にありますが、反発してくるとしても、昨日の高値を超えられるかどうかというところですね。もし本日昨日の高値付近まで上昇してきた時は、そこはダブルトップ狙いの戻り売りポイントになってくるとは思います。で、ここを強く上抜けた時は、そこから押し目買いでついていきたいんですが、ここ黄色のラインがありますので、この辺付近はまた抵抗になってくるとは考えます。なので、もしここから上昇していくのであれば、4時間足で大きな陽線が出るなどをした場合は、そこからついていってもいいと思いますが、その場合はここの黄色のラインを抜けての陽線ですね。こういった大きな陽線が4時間足で出た場合は、そこから押し目買いでついていくのはありだとは考えますが、ただ上昇したとしても今は高値圏にあるので、そこからの戻り売りっていうのも仕掛けられやすいところではありますので、注意は必要です。そして冒頭でお話ししましたように、急騰した場合はそこからのヒゲで返されての下落になる可能性。そして急落して下髭で戻ってきた時っていうのはまた大きく上昇していく可能性がありますので、一旦今の状態でトレードするのは難しいと思いますので、急騰急落を待つのがいいのかなと。急騰して上髭で返された時はそこから戻り売りで狙っていく。そして急落して髭で返された時はそこから押し目買いで狙っていく。みたいな感じでやっていく。その動きを待つのがいいのかなとは考えてますが、このじりじりと動く状態ではすごくやりにくいと思いますので、今はトレンドライン付近なので反発するかもしれませんけれども、また昨日みたいに少し高値を更新して下落するっていうことも考えられますので、昨日の日足を見てますと基本的には戻り売りで仕掛けていく方が優位性があると思いますので、昨日の高値付近、もしくは昨日の高値を超えてくるかもしれませんが、この黄色のラインぐらい、この辺まで上がってきたところでは、下落を狙っていくのがいいと思います。そして今はちょっと押し目買いっていうのが難しいかなと感じますので、今は基本的には上位足では上昇トレンド中ですので、昨日とかこの辺見ててもわかりますが、基本的に一旦大きな陽線が立つことはあるんですね。ただ、その後結局、大きく戻されてますので、それを考えますと、もし大きく上昇してきても、そこは押し目買いポイントではなくって、戻り売りポイントになると考えます。そして、今この動きを見てますと、押し目買いというよりも戻り売りで狙っていく方がやりやすいと思いますし、この紫のポイント、この辺に来たところでは一旦反発はすると思いますけれども、164.5 円ぐらい、この辺での反発を取っていくにしても、それは短期での利確がいいとは思ってます。今かなり上値が重いので、一旦大きく下落しそうにも見えてきますので、その辺には注意してトレードしていければと考えております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。